双葉 YouTube チャンネルをご覧の皆様、双葉電子工業ラジコンサービス兼フライヤーの恩田哲夫です。よろしくお願いいたします。今日はですね、レーシングドローンの、最適な新商品ができましたので、紹介していきたいと思います。私一人じゃちょっと役不足なので、スペシャルゲストを用意してます。どうぞ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。レーシングドローン界では知らない人がいない岡高文選手に来てもらいました。今回、紹介した新製品はですね、R2000SBM という小型の受信機になります。どうですか？ちっちゃいですね、今回の受信機は。そうですね、ちっちゃいだけじゃなくて、今回はですね、RSSI も搭載してます。いよいよ RSSI が。そうですね。RSSI というのはですね、受信機がですね、送信機からどれぐらい電波を受けてるかっていうのを、ゴーグル上に出すことができるシステムとなっています。じゃあ早速、開けてみますか。はい。ゆっくりですよ、ゆっくりですよ。慎重に。はい。新製品ですからね。そうですね。中にはですね、取扱説明書と、受信機が入ってます。めちゃくちゃちっちゃいです。かなりちっちゃいですよね。はい。はい。で、これ最初に受信機には最初から双葉の、3本線がついてますので、レーシングドローンだけではなく、ヘリコプターのジャイロ、こういうのにも使うことができます。じゃあ、それでは早速、取り付けていきましょう。はい。はい。で、ハンダ付けの方が終了しまして、今回 S バスポートにハンダ付けさせていただきました。で、見てほしいのが、このサイズ感ですよね。サイズ感がR2001SB と比べるとこのぐらいサイズが変わります。で、今回の新しい機能の RSSI なんですけども、RSSI の設定、接続ですね。接続の方は、通常の S バスのハンダのみで、設定は可能になります。はい。じゃあ続いて受信機と送信機のリンク方法についてご説明します。で、まず、送信機の方、電源入れてもらって、で、この時に、プロボのモードは SFHSS になっていることをご確認ください。で、機体の方の電源を入れて、で、この時に、まだ送信機を探している時は、受信機のランプは点滅してます。で、この状態でボタンを2秒以上押します。そうすると点灯に変わりますので、そしたら手を離せば、リンクは完了になります。じゃあ機体の方が組み上がりましたので、一つ、注意する点がありまして、アンテナの処理なんですけども、機体の、ここですね、今、見える場所です。カーボンフレームとかにアンテナが触れてしまうと、受信感度が、落ちてしまうので、必ず、カーボンフレームなどから離すように搭載をお願いします。では続いて RSSI の接続方法を恩田さんに説明してもらいたいと思います。はい。じゃあまずパソコンとですね、フライトコントローラーをつなげます。はい。この状態で、ですね、ベータフライトを、開いていただきまして、はい。ここでですね、レシーバーというところがございますので、レシーバーから RSSI チャンネル、一番右ですね。これを12チャンネルを選択してもらいます。はい。そして、OSD ですね。この OSD のところの一番上ですね。この RSSI、これを
オンにしていただいて、セーブ。これだけでですね、できます。はい。これでレシーバーのところを開いていただいた状態で、じゃあちょっとおかちゃん電源入れてもらっていいですか。はい。送信機の電源と、機体側の電源を入れます。はい。あ、そうか、つながってないですね。はい。つながるとですね、こう、12チャンネル目のところが、こう、2000まで跳ね上がります。そうするとですね、ゴーグル上でも今、はい。99になってますかね。はい。はい。RSSI が、今99、マックス値ですね。今近いので、99まで、いってるということで、かなり感度が高く、受信機が動いているということが証明されます。はい。それでは組み立てたドローンをですね、早速飛ばしていきたいと思います。はい、それではですね、無事に受信機の積み替えとテストフライト終わりました。どうでした？いや、やっぱ受信機がめちゃくちゃ小型になったっていうのと、まあ RSSI が使えるっていうのが、まあめちゃくちゃドローンの中では幸せになるんじゃないかなっていう。そうですね。はい、幸せに。幸せに、そうですね。はい、幸せになれると思います。はい、ということで、ぜひ皆さんも幸せを体感してみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。